こんにちは、渡辺光です。今日は私のソーイング教室、講手芸部に参加している皆さんの最近の作品をちょっと紹介していきたいと思います。1つ目は、これは Y さんという方のサコッシュ2種類なんですけれども、2つの大きさのサコッシュで、この地のカーキグリーンの部分は、帆布です。で、このアフリカプリントの布をつけてあるところが、ポケットになっていて、それがY さんの工夫したところでして、オリジナル感が出て、いい感じになってます。で、こうアフリカンプリントなので、ちょっと夏っぽい感じもあっていいなと思います。このアフリカンプリント最近だいぶもう数年流行ってますけど、なかなかいいプリント柄ってね見つけられないんですけれども、このアフリカンプリントの布を少し加えるだけでもすごくオリジナリティが出て、いい感じになるなと思います。はい、で、次は、これはライブの衣装なんですけれども、割と私の YouTube で何度もコメントしている森アンパンさんというシンガーソングライターの、森アンパンさんが、作ったものなんですけれども、そのアンパンさんの、お友達のアーティストさんの、オリジナル T シャツを、リメイクしたものです。裾の方に、サテン生地とラメチュールを、ギャザーを寄せてくっつけて、そして袖の方にも、チュールとかオーガンジーとかをつけて、ワンピースのようにしています。ポイントとしてはちょっとこれ着て大きい写真なのでちょっと分かりにくいと思うんですけれども、前の方が短くて後ろがなんて言うんだろうな、ツバメの、尻尾のように、ちょっと長い感じになっていて、それがすごくいい感じだと思います。あと、私としてはこの T シャツの、働きたくないというコピーがものすごくいいなと思って、この働きたくないっていうコピーがすごくいいねって言ったら、このアンパンさんのお友達のアーティストさんの歌でそういうのがあるらしく、それでこの T シャツを作ったということなんですけれども、すごく働きたくないっていうのはすごく若者に受ける言葉ではないかなと思います。私も若い時からもう若くない今もずっと働きたくない、なんかご飯を食べるために、仕事しなきゃいけないっていうのはなんかおかしいんじゃないかなっていうふうに思う、ずっと思い続けています。若い時は特に思いましたね。この言葉の意味がすごくよくわかります。はい。で、次はこれは帯をリメイクしたバッグなんですけれども、喪服の着物の帯をリメイクしたものなんですけれども、大きさを、決めてそれで型紙を作って、制作しています。で、中にちょっと見えないんですけどバックインバッグもファスナー付きのものが入っていて、バッグ自体にその仕切りはないんですけれど、そのバックインバッグを使うことで、使いやすく、なっています。で、この持ち手の方も選んでつけたんですけれども、こうなんていうの、つまんで、ちょっと、爪が出ていて、ペンチでグッと挟んで、つけるタイプのものなんですけど、これちょっとつける時にちょっと失敗しちゃうと一回爪を噛ませちゃうと取るのが大変なのでちょっと緊張をしながら、やっていました。あとこのタッセルは飾り手ついてるんですけれども、このタッセルの飾りがすごいあるとないとではすごい違う感じで、このスウェードのタッセルがつくともういきなりなんかゴージャス感が出てすごいこれいいなと思って、います。そこの方にはプラ板プラスチックの板を入れています。この底の大きさに合わせて切っ
、それはカッターで、切れるんですけど、それでこの同じ黒い色の布で包んで、それで四隅を手縫いで、留めて固定しています。そこがしっかりすると割とバッグとして自立するので、格好が形が良くなります。はい、で、次は、この方もすごく私の YouTube に何度も登場していただいている、生徒さんなんですけど、チャイさんですけれども、今これはワンピースリメイク前のワンピースを着ているところです。ちょっとなぜかこれは後ろ姿なんですけれども、こういう割とゆとりのあるたっぷりしたワンピースを、リメイクしています。キャミソールと、ショートパンツにリメイクしています。これがリメイク前の姿です。でこれが、リメイク後できたものなんですけれども、上のキャミソールの、前中心のところのこの網というか紐を通した部分はこれが元のワンピースのところに襟下にあったもので、それをそのまま取って、その部分を外して、そしてこのキャミソールにつけています。それがすごく面倒くさかったんですけど、その作業自体は私がお手伝いしました。でこのキャミソールは、左側の方がオープンファスナーになっています。そして胸ダーツが入っています。で下は、ショートパンツなんですけれども、これも脇ポケットシームポケット、脇の縫い目を利用したシームポケットがついてるんですけれども、それはそのままワンピースのポケットを活用していますので、新たにポケットを作っては、いません。すごく可愛くできたなと思っています。でこれが着てみたところで喜ぶ生徒さんと高先生の図です。夏休みに、島に旅行に行くそうで、すごくバカンス感が出ている、キャミソールとショートパンツですごく島で着たら可愛いと思います。はい、で次は、これはフランスから参加している、ここ数年毎年夏休みに参加してくれるんですけれども、あやさんとアルマンさん、男性の方がアルマンさんですね、で2人で参加してくれて、そしてアルマンさんのジーンズが先に完成したので、先に完成して、あやさんの方はミシンをかけているという図です。このジーンズはアルマンさんが、すごく気に入って履いている、某高級ブランドの、ジーンズを採寸しまして、そこから型紙というほどでもなく、そのジーンズを置いて切って、それで調節しながら試着しながら、調節するところは調節していって、作ったものなんですけど、かなりよくできました。すごいかっこよくできて、私もびっくりなんですけれども、よくできたなと思ってます。ちょっと割と硬いデニムで、その見本にしたデニム見本にしたジーンズの方はストレッチだったので、ストレッチじゃない布で、デニム生地で作るのはちょっとどうかなと思ったんですけど、ちょっと少し大きめに取ったら割といい感じにできました。こちらはあやさんのシャツが完成した時に、2人揃って写真に、収まってもらったものです。あやさんのシャツはですね、これはどういうものを作りたいかという参考になる画像を送ってもらって、そして型紙の方は私が作ったんですけれども、ちょっと高めの大襟に、ちょっと大きめの襟がついていて、そして
胸のところがビステとかのカップのようにちょっと、なっています。であとカフスも長めのカフスに、なっています。でボタンの方はボタンループで留める感じで、ちょっと細めでウエストあたりまでで、留める感じになっています。生地はグレーのブロードですね。すごくこれもかっこいい感じにできて、すごく私的にも感動しています。それからこれはちょっとおまけなんです。おまけの写真なんですけど、あやさんから、もらったこの缶なんですけど、カファレルっていうイタリア原産のチョコレートの缶なのかな。すごくかわいいかわいいねかわいいねって言ってたらプレゼントしてくれるということでもらっちゃったんですけど、すごい、この大きさといい、この浮き出た絵の感じといい、すごい可愛くってなんかちょっとソーイングのピンクッションとかミニソーイングセットみたいなのを入れたらすごい可愛くなりそうですごく楽しみですまあこれはおまけでした。今回はざっと以上のような感じなんですけども、また少し皆さんの完成の作品がたまったら、ご紹介したいと思います。それでは、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。